はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。私は、元気ですけれども花粉症に悩まされております。秋花粉ってやつです。ね、春だけじゃないのって感じですけれども、もう最近はなんか喉の違和感、鼻水、くしゃみ、目のかゆみ思いっきり花粉症の症状が出ていて、ちょっと辛いです。春よりはマシかな。ちょっと辛いです。日本ではね、花粉症ってね、いろんな種類があるんですよ。そうだからなんか春に発症する花粉症、例えばスギ花粉とかなんだっけ、ヒノキ花粉とか多分春かな。で夏に発症する花粉症もあって、で秋に発症する花粉症は稲花粉とか、あとなんか豚草とかなんか違ういろんな木のね種類があるので、そんな感じでね、一年中ね、どこかで誰かが花粉症に悩まされている、そういう国でございます。ということで今日はですね、ちょっとね、私の面白い体験を皆さんにシェアしたいなと思います。みんな YouTube とか見ますか？見ますよね。どんなビデオ見ていますかね。私はですね、いろんな動画を見たりするんですけれども、実はですね、ちょっと変わった趣味というか、変わった趣味なのか、趣味とまでは言わないけど、耳掃除のビデオを見るのが好きなんです。たまにね、いつも見てるわけじゃないよ。でもなんか耳掃除をしているビデオを見るのが好きなんです。そういう人いませんか？いや、多分ね、仲間いると思うんだけど、耳掃除をしてすごいなんか耳の中をきれいにしているビデオがあるんですよ。それを見るのが好きなんです。ちょっと恥ずかしいね。で、最近ね、日本で流行ってるわけじゃないんですけど、そういう動画がよくあるんですよね。ごめんなさい。ちょっとね、外でね、子供たちがね、すごい騒いでおりまして、もしかしたらね、叫び声がちょっと今聞こえてるかもしれない。聞こえてないかもしれない。わかんないんですけど。で、なんだっけ、その耳掃除エステ、耳掃除サロンっていうのかなっていうところがあるんですよ。耳掃除をしてくれる専門店です。でそこの、お店いっぱいあるんですけど、そういうお店が YouTube ビデオを出していて、そのビデオを見るのが私はすごい好きというか、たまにね、なんかリラックスしたい時とか見るんですよね。絶対仲間いると思う。私みたいな人絶対いると思う。こういう変な動画を見てる人いると思う。なんか ASMR に近いよ、本当に。で、いつか行ってみたいと思ってたの。で、私とすごい仲のいい友達、女2人がいるんですよ。この間ディズニーランドに行ったりした友達なんですけど、でその2人にちょっと私さ、耳掃除したいんだよねって耳掃除サロン行かねって誘ったら、なんとその2人の中の1人も待って、私もめっちゃ耳掃除好きなんだよねって、耳掃除のビデオ見るの好きなんだよねっていう話で盛り上がって、どんな友達って感じですよね。やっぱね、類は友を呼ぶって言いますね。類は友を呼ぶという言葉は、なんていうの、同じような人間は友達になるというか、友達には同じような人間が多いみたいな意味の言葉なんですけど、マジで類は友を呼ぶと思いました。で、ちょっと耳掃除サロン行こうよって言って3人で予約したんです。でこの間行ってきたんです。そう、先週かな。もうね、めちゃめちゃ楽しかったなんかやっぱ耳掃除って必要ないって言うんですよね。っていうか国によっては全く耳掃除しない国の人もいると思うんですよ。日本とか、例えば多分中国とか
まあそういう国だったら多分耳掃除サロンがあるらしいんですけど、多分他の国にはあんまり耳掃除サロンは存在しないし、そもそも耳かき、はい、耳かきっていうのは耳掃除をする木の棒ですね、道具。ああいうの売ってないよ国もあるよね。うん。綿棒だけ使うとかね。白いさ、なんか棒あるじゃん。お風呂とかシャワーの後に耳を掃除する棒ね。白いやつ。あれ綿棒って言うんだけど、綿棒は結構世界中にあると思うんだけど、耳掃除スティックの耳かきとかは多分アジアぐらいにしか売ってないと思うんだよね。うん。はい。まあ、耳掃除が不要だっていう意見もいっぱいあるんだけど、なんか耳掃除のそのサロンに行った時に、その耳の、なんていうの、ゴミ、まあ、耳垢っていうのは基本的には自然に出てくるんだって。そう。だから何もしなかったらいきなり耳からなんかゴミが出てくるわけよ。そう。なんだけど、なんか最近は結構イヤホンとかしたりとかするから、その自然に出てくるはずのゴミが奥にそのイヤホンをすることによって奥に行っちゃったりとか、その耳の中にくっついちゃったりして、その取れないみたいなことがあるらしいんだよね。うん。あと人の体質によってはその耳のその耳垢が勝手に外に出ない人もいるらしくって、だから定期的な耳掃除はしすぎるのは良くないけど、定期的にその掃除をするのはいいことですみたいなことを言ってました。はい。ということでね、私は今回サロンに行って、まあ、耳掃除をしてもらいました。うん。まあ、この友達3人でね、誰の耳が一番汚いか勝負しようぜっつって女性3人で行ってさ、もう本当面白かった。誰の耳が一番汚いかなとか言って本当すいませんね、汚い話してとか言っててさ、もう本当面白かったんだけど、まあ結果的にね、そんな別にみんな汚くはなくて、まあ定期的に多分みんな掃除してるから、まあ、そんな汚くはなかったんだけど、まあ何をされたかというと、まずね、耳をまず綺麗にしてくれるんですけど、それがね、めっちゃ気持ちいい。本当に。本当に気持ちいい。で、カメラを映してくれるんですよ。自分の耳の中の。で、もう私何の話してんのって感じだよね。すいません。本当なんか聞きたくない人は全然聞かなくて大丈夫だよ。本当気持ち悪い話してるね、今私。ごめんね。うん。で、その耳の中のカメラを見ながら、なんか、その自分の耳の形について教えてくれたりとか、その自分のその耳垢のタイプみたいな。なんか、結構、そのイヤホンとかする人は気をつけてねとか、そういう注意とか、そのアドバイスとかもくれるのよね。うん。で、なんか友達は耳が小さすぎて、その、自然に耳垢が出てこないタイプだから、その定期的に耳掃除を自分でしてくださいって言われてた。そう。あと耳の中がすごい曲がってるっていう友達もいて、そう。面白いね。いろんなタイプがある。まあ私は普通でした。特に何も言われなかったんだけど。うん。で、その後は、耳のマッサージ。耳つぼマッサージですね。耳つぼマッサージして、なんか耳つぼっていうのはね、なんか耳のなんかあるポイントを押したら、なんかこれはなんか内臓にいいみたいな。このポイントを押したら背中にいいみたいなあるらしいんだけど、よくわかんないんだけど、そう。あとはなんかヘッドマッサージみたいな首の周りのマッサージとかしてもらって、まあ、45分で7700円でしたね。うん。まあ面白い体験でした。もう一回行くかって言われるとわかんない。うん、わかんないけど、なんか一回行ってみてよかったなと思う。結構満足でしたね、私的には。はい。まあ、この耳掃除サロンはね、多分ね、限られた国にしかないので、もし日本旅行に来た時は、もしよかったら行ってみてください。普通にね、男性サラリーマンのお客さんとかいて、賑わってました。すごい人がいたの。うん。まあサロンなんで静かなんですけど、どんどん予約のお客さんとかが入ってきてたので、やっぱみんな多分耳掃除ビデオ見てんだよね、多分ね。うん。絶対みんな耳掃除ビデオ見て、お店に行ってると思うんだけど、うん。はい。まあ、不思議な体験というか、
面白い体験だったなと思います。はい。結構ね、私こういうね、マッサージとかこういうサロンが結構好きで、特にね、ヘッドマッサージとかすごい好きなので、なんか今度は、なんかね、今すごい話題になってる、銀座にある悟空の気持ちっていうヘッドマッサージサロンがあるの。そう。悟空の気持ち。みんなちょっと調べてみて、悟空の気持ち。なんかね、変な場所なの。もう真っ暗で、なんか宇宙みたいな店なのね。本当に真っ暗。で、その中でヘッドマッサージを受けるっていう、ちょっと変わったヘッドマッサージサロンなんだけど、予約が取れないの。大人気で。そこもね、なんか同じ友達と今度行こうぜっつって、言っております。はい。すいません。今日はちょっと変な話、汚い話をして大変申し訳ございません。はい。でも皆さんにこの私のね、素晴らしい体験をシェアしたかったので、今回お話しさせていただきました。はい。今日は、耳掃除サロンのお話でした。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと X と YouTube、Instagram、こちらのフォローもお願いいたします。そして、会話グループクラス、サニーサイドジャパニーズという会話グループクラスの、があります。はい、新しい学生募集しておりますので、会話クラスに興味ある方、ぜひチェックしてみてください。私たちのね、サニーサイドのコンセプトは、すごい人と話すのが苦手っていう人でも楽しくお話できるような、グループ会話クラスを作っております。はい。ですごくね、他のメンバーの方もすごく優しい方が多くて、本当に話しやすくて楽しい1時間のレッスンを受けられますので、はい。私のサニーサイドのウェブサイトチェックしてみてください。はい。あとペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンでは、おやすみポッドキャストというタメ口で話すカジュアルポッドキャストがあるんですよ。それをフルで聞けたりとか、あと今日このエピソードで出てきた新しい言葉とかを勉強できますので、ぜひチェックしてみてください。はい。ですね、次回はですね、ハロウィンに近いので、ちょっとホラーゲームのプレイ動画をアップしたいと思います。またゲームを見ながら日本語を勉強しようという動画なんですけれども、ホラーゲームをやりました。でもあんまり怖くないんだけど、でも面白いゲームだったので、ぜひ皆さんお楽しみに。はい。ハロウィンか。早くね。なんかハロウィン終わったら冬じゃん。もう次クリスマスだねみたいな感じじゃん。早くね。ね。なのに日本は今日27度だったよ。マジ暑いんだけど。どういうこと？おかしくない？はい。そんな感じで、皆さんなんか最近ね、すごいコロナとか風邪とかすごい流行ってるみたいなんで、気をつけてね。ちゃんとなんか外から帰ってきたら手を洗うとかね。はい。ということで、また次回。さようなら。